皆さんこんにちは、こんばんは。私きなこと申します。シューと申します。よろしくお願いします。ではあなたは一体誰なの？メイヒュー、アレクサンダー・メイヒューです。そう、私も今回もゾイで行かせていただくわ。ゾイ。はい。ごめん。じゃあ今回のミッションはダブルクロスで、そうですね、ミッションの説明は後ほどいたします。じゃあアレキサンダー・メイヒューについて。 MI6 はアレキサンダー・メイヒューとの接触に成功した。ドレイクの下でアジア地区を取り仕切ってる男だけど、オーストリアでの事件の隕石でドレイクに殺されるのではないかと怯えている。なんか責められていたな。そこで我々が彼を保護する見返りにナイトファイヤーというコードネームで呼ばれ、世界の安全を脅かすドレイクの計画を暴くデータをメイヒューから受け取ることになった。ナイトファイヤー。ナイトファイヤーが出てきたね。私はボンド、ジェームズ・ボンド。いつもその自己紹介。どうも、メイヒュー様がお待ちです。メイヒューからの要求は一つ。ぜひあなたジェームズ・ボンドに来てほしいそうよ。日本で彼に会ってほしい。日本。幸運を007。日本です、舞台は。日本か。はい、ではアレキサンダー・メイヒューの紹介をお願いします。アレキサンダー・メイヒュー、フェニックス・インターナショナル日本支社の監督役を務め、ドレイクの裏の取引について熟知している人物よ。彼が握っている情報はドレイクの計画を阻止するための決定的な意味を持っているわ。なんか林真紀子にマッサージされております。どうもボンドさん、お待ちしていました。これはボディーガードの真紀子林。なかなかの腕前ですよ。でしょうな。で、ナイトファイヤーのデータ。他にもお客様のようね。お客様。お願い、メイヒューと一緒にいて。何？物騒な。ドレイクだ。さあ早く隠し部屋に入ろう。メイヒューが慌てている。さあ、じゃあ、敵が3人出てきます。これはダッシュして避けましょう。この場で戦うのが普通で別に倒せるんですが、ダメージを食らわないためにここまでダッシュして逃げます。そしてこのドアが入ってくるので、他の安全を確認するまでどこにも行かんぞ。それをモグラ叩き方式で。モグラ叩きね。はい、分かったわ。奴はこっちにいるぞ。今回はメイヒューを隠し部屋に入れればいいのよね。ああ、そうだ。奴はこっちにいるぞ。奴はこっちにいるぞ。何回言うね。奴を切り刻んでやる。同じように入ってきて。ちょっと食らっちゃったわ。でも大丈夫。これで倒せます。簡単ですよね。そうね。はい、それで最初の部屋に戻って、その弾とか、メイヒューどいてくれ。メイヒューどいてくれ。わしはどか。茶番はともかく。日本のヤクザのお屋敷を再現しようとしているのかしら、これは。そのようですね。ここにボーナスがあります。ボーナスゲットね。はい。さあ、メイヒューがここでビビっておりますが、この先がちょっと、そうですね、強い敵が。その前にこの警備室の中にアーマーがあるので取っておきましょう。アーマーね。はい。でこのアーマーだが、シェーバーをここに仕掛ける。これはシェーバー、このアーマーを取ると敵が2人出てくるんだ。なるほど。シェーバー型のスタングレネードでこう目くらましをして、そして倒せばいい。なぜかというと、ここスモークが多分敵が仕掛けたんだな、あって、すごく狙いにくくなってしまうんだ。だからこっちが先にスタングレネードを、シェーバー型のスタングレネードを仕掛けておけばいいと。そういうことね。そしていい戦法だわ。ここだな。物騒ね。ここは向こうは強力な武器を持っているから、ドアを開けたらとりあえず下がろうか。そうなの。こっちの方まで、こっちの方まで下がって、ラプターマグナムを取り忘れていた。これ敵からゲットできるんだが、これラプターマグナムで戦おう。結構強力で連射もできる。分かったわ。で敵の攻撃一発でも食らうと相当食らってしまうから、こう開け閉めして自動ドアみたいね。なぜか襖を貫通しないという弾を、そうこうやってもうジグザグ方式で、相変わらずの方式で襖が開いたり閉まったりしているわ。自動ドアなんだな。あれは防弾ガラス式の
スライドドアなの？ああやって一回ひるんだところを今みたいに打つといい。分かったわ。あ、消えた。そしてちょっと頭がツルツルの敵が出てくるんだが、もういるんだが、ここにあいつの武器が強力なんだ。そうなのね。だからちょっとあいつだけは気をつけなければいけない。分かったわ。とにかくあいつがここで出てくるのをとにかく待つ。そうだな。じゃあ今回のミッションの説明をしてもらおうかな。いいわよ。今回のミッションはダブルクロス。ドレイクのパートナーアレキサンダー・メイヒューが密告してきたわ。彼が保管しているファイルはオペレーションナイトファイヤー。ドレイクの計画を暴くための極めて重要な手がかりになるのよ。メイヒューを安全な隠し部屋に誘導し、ファイルを見つけ出してね。ドレイクの手下である日本のヤクザは人質を取るのが常套手段よ。人質に危害が及ばないように注意しながらファイルを確保してメイヒューを逃してあげなさい。分かった。ありがとうゾイ。こいつだ。こいつが厄介なんだ。とにかくこいつを倒す。でかい武器を持ってるのね。まあ武器は何でもいい。とにかく倒せばいいんだ。こうやってとにかく向こうの攻撃を食らわないことだ。そしてこいつを倒すとスタングレネードを落とすんだ。今みたいに今落とした。そうね、何かあるわ。これね。このスタングレネードをとにかく戦いたくないと思えばそこ投げて目くらましをさせながら進もう。分かったわ。ただこの先はいっぱい敵が出てくるんだが、たくさん出てくるんだが、小出しで出てくるというか、ここでスタングレネードを投げても1人か2人ぐらいしか目くらましできないんだよ。なるほど。だからちょっと厄介だな。そうね。ただツルツルのやつ以外はそんなに大したことはないから、慎重に影から出たり入ったりしながらゆっくり時間をかければいいさ。分かったわ。そうね、型をつけるなら一気にがいいわね。いや、ゆっくりだ。ゆっくりね。焦らずじっくりいきましょう。落ち着いてくれゾイ。ところで君はどこから話しているんだい？あなたの頭の中に直接語りかけているのよ。わかるでしょう。そんな能力があったのか。今回は屋敷の中だから私の運転技術も必要なさそうだしね。そうだな。もうずっと後ろに気をつけろっていうのがジョニー気をつけろにしか聞こえない。ジョニー気をつけろにしか聞こえないんだが、この声はメイヒューなのね。いやもうそういやこれは敵のヤクザだ。なるほど。メイヒューはもうちょっとなんだダンディーな声をしている。なるほどね。廊下の安全を確認するまでどこにも行かんぞ。ずっと後ろで隠れているからな。このメイヒューはあなたの後ろにぴったりくっついているのかしら。いや後ろのちょっとドアの影に隠れて、とにかく安全が確認できるまで行かないと言い張っている。なるほど。かなり怖がっているな。そりゃそうよね。相手はドレイクの手下だもの。そうだな。ここはとにかく時間をかければいいわけだが、そうだな。今もしまどろっこしかったらスタングレネードを投げて一人ずつ目くらましをしていってもいい。そんなにたくさんスタングレネードはあるの？いくつかある。それで後々使うこともそんなにないから結構使ってしまっても大丈夫だ。分かったわ。それで目くらましをさせてすぐに敵が回復するわけじゃないから、しばらくうずくまっているわね。そうだから慌てなくていい。分かったわ。もし目くらましをしてそいつが回復するのが不安なら目がくらんでいるところを遠くから一発撃てばもうそいつは倒れてしまう。だからそうすればいい。分かったわ。こっちにいるやつを切り刻んでやる。切り刻んでやる、切り刻んでやるとだいぶボキャブラリーが少ないやつらだ。同じようなセリフばかり吐いて本当に下品なやつらだ。もうちょっと上品にいけないのか。それにしても今回必要な極秘情報のナイトファイヤーというデータ、これはこのゲームの副題でもあるわね。そうだな。一体このナイトファイヤーにどんな秘密が隠されているのかしら。それは分からん。
奴を切り刻んでやる。 Q 君ならわかるか。なんだいきなりお前さん都合が悪くなると私に話しかけるのはやめてくれないから。私もどういうキャラかは全然わからないんだよ。 Q ってそんな声とメイヒューまだまだ走るんじゃない。敵がまだいるから。メイヒュー落ち着け。後ろの方で隠れていてほしいわ。助けてくれ。助けるから。もうそれ人質に取られてもいいレベルの位置だぞ。だいぶ前の方に出ていったわね。気をつけてくれメイヒュー。なぜか向こうもメイヒューを狙っているはずなのに人質に取らないなんて、よほどジェームズ・ボンドに恐れをなしているのかしら。そうだな。よしメイヒュー行くぞ。先に行くな。先に行くんじゃない。ちょっと待て。安全を確かめる。そしてこのドアを開けてまっすぐ進むと、曲がり角のとこから敵が 4人ほど出てくる。4人。ああ、まあスタナーで今みたいに、ね、こう倒していってもやっぱり目がくらむの1人ずつなんだよ。まあ2人一気になることもあるが、とにかく気づかれて出てきたらそいつがまあスタングレネードで目がくらむわけだが、そうしてるとちょっと食らってしまうから、まあここはもう影から一体一体おびき出してこうやってジグザグ方式で倒そう。そうね。今回も頭がツルツルのやつが危険だ。ああ、そいつには気をつけよう。なるほど。ちょっとヤクザからだいぶ食らってしまったが、あと1人ツルツルなやつがそこにいるんだろ。分かっているんだ。早く出てくるんだ。何なのかしらね。階級が上なのかしら。おそらくそうだろう。強いからな。慎重にな。さあ出てくるところを撃てばいい。よし、これでそこをまっすぐ突っ切る。上から撃ってくるからな。上からですって。だから2階に登ってそいつを、2階の敵は1人だ。旗の向こうにいる。あそこだ。撃ってくる。よし、あれを撃つんだ。あそこね。まあこれもこう影から隠れて出たり入ったりしながら撃てばいい。なぜか旗越しには撃ってこないんだ。なるほど。あんな布切れ貫通できるだろうと思うんだが、なぜか撃ってこない。でもちょっと遠すぎて狙いが定めにくいわね。それはそうだな。ただ向こうは動かないのでもう倒した。さすがね、007。ありがとう。お、メイヒューが呼んでいる。こっちだと言われてもどっちだ。見えないとね。そっちか。1階だな。1階に戻るのね。ああ、お、ここがこんなところに隠し部屋があったのか。メイヒュー、ところで君の使用人はどうしてあんなにこうなんだキュートな人たちを選んでいるのだ。それはやっぱり彼の趣味というやつね。趣味。次のミッションは使用人を救出せよ。使用人っていうのは日本人の林真紀子のことかしら。いや多分違うだろう。そっか。君が探しているものは寝室の金庫にある。これがキーだ。ドラゴンに食わせてやってくれ。ドラゴン？そうだ。ドラゴン。しっかり隠れてろ。すぐ戻ってくる。ハードディスクの中身は全て消去してくれ。ドレイクに調べられてはまずいからな。分かった分かった。使用人たちも頼むぞ。家族同然なんだ。分かったよ。ちょっとあなた返事ぐらいしてあげたらどうなの。心の中でしたよ。あんまりちょっと気にいらないところがあるのかもしれないな。むちゃくちゃだ。急なの。ここを登ってそうだな、後ろを向いて、そしてこっち右を向くとこの石の横に敵が立っている。こいつを気絶させる。そして壁際に進んでいくと、ここ結構な速さで往復しているやつがいる。こいつは、こいつは後ろから銃を突きつけても撃ち返してくるんだよ。だからなんですって。スタナーで気絶させよう。分かったわ。そしてこの先、あそこになんかドラがあるな。
ええ。このドラの下にはしごがあってだな、裏から回って登るとタクティカルスナイパーライフルがあるんだよ。これはすごく使える。だからぜひ取っておこう。ええ、わかったわ。さあ、そしてちょっともう一回ドラの方を見るとだな、この両脇に明かりがあるな。ええ。あそこをよく見るとだな、こっちからこっちにこう往復している、今見えたな、左側に往復している人影がいる。まあちょっと今見えないが、また明るいところ見てくれ。ほら、右に行った人影があったな。今確かにちらっと見えたわ。そうだな。まあブランチグラスをすれば見えるんだが、ちょっとブランチグラスは使わない主義なんだ。まあとにかくこいつをスタナーでしびれさせて気絶させる。次だ。このドラの横にボーナスがあるんだ。これをコレクトわかったしよう。このドラは叩かなくてもいいの？叩いても何もない。叩いたのね、007。叩いたが何もなかった。さすがね。叩いたら使用人が僕のところに来てくれるかと思ったが、私のところには誰も来なかった。わかったわ。そしてこの先、廊下を結構な速さで往復している人影がいる。もう少しで出てくるはずだ。どこかしら。ここだ。見えたかな。いたわ。あの往復している人影、あいつも背後から襲う。ずいぶん急いでいるみたいだったわね。ただ往復しているだけなのだが、こいつも背中から銃を突き立てても反撃してくるので、スタナーで曲がり角から来たところをこの位置でこうずっとビリビリさせておけばいい。なるほど、ちょうどここに来るのね。そうだ。そしてならここですぐ殴りに行くと、ちょっと左の奥にいる橋のやつに気づかれることがあるんだ。だからちょっと離れて、この今いる場所は影だから見えない。でここでサイレンサーをつけてもう撃ってしまおう。分かったわ。で庭に戻って暗闇からあいつだ、橋の上に人影がある。あいつの橋の下に潜む。そしてそこから頭を狙うと、そして倒すとボンドスタイルになるんだ。素晴らしいわ。これ倒してすぐにこう後ろに下がったり潜ったりしてしまうと、なぜか失敗することがある。だから倒したらちょっとじっとしていることだな。このテレッテレテテテと出るまで、音楽が鳴るまでじっと潜んでいるのね。ジェームズ・ボンド、あなたはまるで日本の忍者ね。美女が走っている。誰かしら。さあここだ。ここでこの右側に、あんまり顔を出すなよ。少しずつ右に移動していくと向こうに明かりが見えるな。あそこの明かりのところにスコープを合わせてみよう。さっき取ったスナイパーライフルで合わせて、もう一度ゆっくり右に行くと、あそこに庭を警戒しているやつがいるな。本当だわ。あいつにスコープを照準を合わせて、周りに気づかれないようにサイレンサー付きのウォルフラムで倒しておこう。なるほど。これなら向こうにも見つからないわね。そして次がある程度素早くする必要があるんだ。申し訳ないがいくぞ。今この出入り口のこの出入りスコープをちょっと合わせているんだ。この出入り口の左側の向こうに、ずっと遠くに今進んで見えたあそこに狙って、そうだ、あいつを倒しておこう。分かったわ。今庭の暗闇にいるやつに気づかれて今撃たれたな。だが今の向こうにいるスナイパーを倒しておくと結構後が楽だ。なるほど。だから今の段階で倒しておくっていうのが楽な方法だ。そしてこの水路を通ってこう蓋を開けると風呂場に来る。なんでこんな通り道があるのか、メイヒューの覗き穴かなんだか知らないが、本当ね。今のところにアーマーがあるからよかったら取ってくれ。さあここでこんなに侵入しているのにこの3人のヤクザは気づかない。でここで夢中ね。そうだな。ここで戦うんじゃなくてグレネードを投げよう。ぜひここに投げよう。分かったわ。なぜか気づかない。グレネードツルツルのやつに当てても気づかないんだ。なぜか。なんですって。
そしてうずくまっているわ。ああ、うずくまっているところをゆっくり倒せばいい。なぜ気づかないのか。まあしゃがんでいるから気づきにくいのかな。この女性は入浴中だったのかしら。どうだろう。助けた。どういたしまして。どうお礼すればよいのか。そうだな、上物の日本酒と体をほぐしてくれるんじゃない？いや、決なんですって。して下心は下心しかないでしょこの行為は。何を言っているんだ。またジョニー気をつけろが聞こえたぞ。あれ後ろにと言っているんだな、きっと。ジョニーに聞こえる。後ろに気をつけろか。おそらくジョニーに聞こえるが。そうね。私はボンド、ジェームズ・ボンドだ。ジョニーではない。そうね。ああ。そしてこの庭の暗いところ、暗闇に2人ほど敵がいるんだ。大概2人だ。ええ。でそいつはもうすぐ気づいて撃ってくるから、スタングレネードで目をくらまそう。分かったわ。ああ。まず1人目を目をくらましても、そのそばにいるはずのもう1人のツルツル頭はくらまないんだな。そうなの。だからその1人目をくらまして目がくらんでいるところで、もうちょっとだけ奥にこう庭に体を出していくと、そのツルツルが気づいて撃ってくる。で気づかれて撃ってきたら、投げたらそのツルツルも目がくらむわけだ。そうなの。じゃあわざと気づかせるってこと？まあわざと気づかせなくてもいいんだが、なんだろう、出てないのかな。フィールドにちょっとよくわからないが、なるほど。そいつの姿を確認できてたら、投げたらちゃんと目がくらむんだが、確認できてない状態で投げるとどうもうまくいかない。なるほど。なかなかややこしいのね。ああ、そうだな。まだ全然気づいてくれない。おーい、私はここに。お、撃ってきたわ。撃ってきたな。切り刻んでやるって、君たちはもうちょっと他の言葉で言えないのかな。さあどうなっているかしら。今回はうまいこと2人とも目がくらんだようだ。やったわね。ああ、よし、急いでその2人をちょっと気絶させよう。ええ。なぜかというと、さっきスナイパーを撃った右の奥の建物あるな。ええ。右奥の建物からまた出てくるんだ、敵が。あ、そうなの。あ、どこだ、もう一人はどこだ。暗いからよく見えないわね。よく見えない。一体どこにいるんだ。今のうちに倒しておきたいんだが。やばい、出てきた。こっから出てくるんだ。だから気をつけて。こいつはまたしびれさせよう。見つけたぞ。おお、撃たれた。よし。でこの隙間から殴っておこう。届かない。届いたな、ね、今届いた。届いた。いた。ここにいた。ダメだ。目が覚めてしまったのね。あのまま撃ってもよかったんだが、もう一度スタンを使おうか。そうね。たくさん余ってるんだ。それっと。ところで林真紀子からの連絡はないな。そうね。一体どうなったのかしら。大丈夫なのか。よし、これで眠っていてくれ。さあ次だ。ここの建物に忍び込むのに、この提灯のこのロープが使えそうだな。この電線か、これが使えそうだ。ええ。提灯が邪魔だからちょっと潰しておこうか。そんな方法を取るの？考えたわね、007。ありがとう。ここを伝っていけばいいな。まるでサーカスね。おっと、ここは電気が漏れている。これは注意だ。結構食らってしまうからな。ええ。ちゃんとこう漏れていない時に
通る。そうするとボンドスタイルだ。よし、これがメイヒューのコンピューターか。ええ。これを潰しておこう。ちゃんと安全に隠れているんだろうな。心配だ。そうね。ああ、私の任務が成功にならないからな。彼が死んでしまっては。そうね。MI6 としても彼は生かしたまま保護したいところだ。ええ。ああ、敵を倒したからここの007ボーナスを取っておこええ。う。よし。それにしても広い屋敷ね。そうだな。道に迷ってしまうわ。ああ、よし、よっほっとはっ。あなたその柵を越えて中に入ろうとしているの？入れるはずなんだが、よっと、ほら、私はボンド、何でもできるんさ。もうあなた猿みたいね。よし、この奥だが、ここはどうも客間のようだ。そうなの。ああ、ちょっとしゃがんで気づかれないように様子を見ようか。どうも客間に見える。ここはさっとまっすぐ通り抜けてこっちに行こう。そしてあの向こうの台所のようなところに人質が取られているな。確かに声が聞こえるわ。ああ、そしてその右の方におあつらい向きに、私はただの使用人です。あそこの消火器、あれを撃とう。消火器？ああ、そしたらみんな敵の目がくらむはずだ。そしてその隙に人質を助けよう。ええ。撃つぞ。行くぞ。撃った。ボンドスタイルだ。全ての人質を救出したわ。ああ、当然襲ってくる。まあ、スタングレネードを投げて倒したらいい。もし不安がある場合は。分かったわ。結構食らっているからな。そうね。ああ、やっぱりスタングレネードをまだいっぱいあるからな。それを有効に使ってくれ。まあ、もし本当に不安ならさっき来た廊下まで戻って、ええ。それでゆっくり影からジグザグ方式で戦えばいい。こうやってね、スタングレネードをどんどん使っていけば比較的楽に倒せるだろう。了解。よし、まだいるかな。さっきの使用人はコックかしら。どうだろう。あんなコックなら私も雇いたいぐらいだ。そうね。ああ、よし、それでは今見えたな、ここの隙間にある。ええ。こっちがさっき出てきた出入り口なんだ。そうね。わかるかな。そう、この客間のこのちょっと武器が落ちてないかを確認してるんだが、すまん、変な動きをして決してこの女性に下心があるわけではないからな。ここだ。ええ。ここにくるくる回ってるわ。ああ、ここにボンドスタイルじゃなくてボーナスがあるから取ってくれ。了解。さあ、ここだ。さあ、この先には何が待ち受けているのか。なんだか特別な模様が施されていたように見えたわ。ドラゴンの金庫からコンテンツを回収せよですって。ああ、コンテンツはなぜか日本語訳していない。そうね。まあ中身を回収せよと。よし、そうだな。ニューオブジェクティブ、ドラゴンの金庫からコンテンツを回収。このエリアの使用人を救出。とにかく使用人を助けるんだな。ええ。ああ、こいつ気を抜きすぎだ。さあ、眠っていてくれ。タンスを開けて物色していたのね。よし、アーマーを取ったぞ。さあ、こっちの暗い部屋に一人佇んでいるヤクザがいる。なんて間抜けなんだ。本当だわ。ああ、おとなしく眠っていてくれ。よし、ここ掛け軸じゃない、この絵が傾いてるな。今の傾きを直すとここの隠し通路が開くわけだ。そしてここを開けると
ハゲの後ろに来た。倒す。そして後ろに下がると007ボーナス、まあじゃなくてごめんなさい、ボンドスタイルが成功する。ボンドスタイルね。あ名前もややこしいわね。そうだな。ここに金庫があった。ここね。ああ、そして金庫を開けて中身のコンテンツを取ると、今右の方から敵が出てくるんだ。そいつをスタングレネードで目をくらましてやろうということだ。分かったわ。ああ、2人出てくる。よし、眩しいわね。眩しいな。よし、これで敵の目がくらんだはずだ。ああ、これだと楽だな。そうね。二人ともうずくまっているわ。ああ、よし、次だ。もう至る所から奴はこっちにいるぞ、ジョニー気をつけろ、いや後ろに気をつけろがたくさん聞こえてくるが、そうね。まあ気にしなくていい。この先に3人2人いや3人いる。これはもうジグザグ方式でいこう。ええ。結構楽に倒せる。1人目、そして2人目、運が悪かったらちょっと使用人が被害を被ってしまってゲームオーバーってこともなくはないが、ほとんどない。心配しなくていい。分かったわ。ああ、そしてもう一人はちょっと奥の階段があるんだが、その階段の下にいるから、もうちょっと身を乗り出して、ああ、そこだな。まあまた撃ったらいいんだが、スタングレネードせっかくあるから使おう。そうね。ああ、使用人も傷つけなくて済むしな。ずいぶんたくさん持っているのね、ジェームズ・ボンド。そうだ、このステージが始まる前にメイヒューの隠し部屋があっただろう。ええ。あそこでその隠し通路から庭に出たな。ええ。隠し通路に行く前に、それ左の暗がりの、なんとかロッカーみたいな中をええ。ちょっと見たんだが、まあ巻き戻して確かめてくれればいい。ええ。そこにスタングレネードがさらにあるんだ。だからいっぱい持ってるんだ今。なるほど。だからその隠し通路に入る前にスタングレネードを取っておくと、まあそれがコツだな。その時説明しなかったんだが、メイヒューの隠し部屋から出る時なのね。出る前にスタングレネードを取っておこう。了解。そうすると後が楽だわね。で上から撃ってくるやつはまあ普通に今しゃがんだり立ったりしてるんだが、まあ旗から見たらだいぶ滑稽だな。しゃがむと向こうの攻撃が届かないのね。そうだな。よし、大丈夫かい？もう大丈夫だよ。今のは使用人かしら。あんななんかすごく辛そうな体勢でずっとうずくまっているが、結構な体力だな。そうね。叫び声が聞こえるわ。本当だ。さあ向こうの屋根の上にスナイパーがいるから、こっちもスナイパーで対抗しよう。了解。だからスナイパーを取ってなかったら相当辛い。そうよね。辛いなこのステージは。あそこだ。ちょっと暗くてよく見えないが。そうね。屋根の上にいるの？今倒した。屋根の上にいたんだ。そしてこの屋根に飛び乗って向こうに天窓があるな。あそこのガラスを割っておこうか。それも後々役に立つのかしら。そうだ。この後すぐだ。この後すぐ。あなた一体誰なの？いやわからない。今のは一体何なの？いやよくあるじゃないか CM に入る前に。もう見過ごせないほどの言葉だったわ。すまん、ちょっとふざけすぎた。この窓から下を覗くと人質がまた脅されている。同じパターンで。そいつを上から狙えばいいんだが、まあスタングレネードを投げてしまえば楽だ。人質が傷つけられるんだよ。なるほど。戦いに勝つだけじゃなくて人質を傷つけようとするんだ。それは避けたいわね。撃てばいいんだが、ここでボンドスタイルが出るはずなんだが、今失敗したな。
多分動きすぎたからだと思うんだが、そうなの。とにかく打った後ちょっとしばらくじっとしてる方が成功しやすい。この画面のは成功したバージョンね。そうだ、それをお見せします。後ろに気をつけろ。見つけたぞ。打つと後ろに気をつけろ。テレ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 本当だわ。やっていることはほとんど同じだけども、なるべく動かない方がスタイリッシュということかしら。かもしれない。まあスタングレそうここのドアからまた一人出てくるからな。出てきたらもう今のなぜ向こうが撃ってくる隙がなかったというか、なぜこっちが撃てたかというとだな、ドアを閉めておくと向こうはなぜか勢いよく足で蹴ってくるんだよ。なるほど、蹴ってドアを開けてくる。そうすると隙があるんだ。なるほど。だからドアが開いた瞬間は無防備だ。分かったわ。相手に隙を作らせるためにわざと閉めておいたらいいのね。そう、それは有効な手段だ。さてここのドアの中に007ボーナス。ここは本当だわ。キッチンかなんだろう、給湯室、いやなんだ、よく事務室か何そうだな、かかしら。キッチンではなかった。何が書いてあるんだろう。まあそんなことは今は放っておこう。そして庭に出よう。誰が撃ってきた。お、まだいたのか。奴はこっちにいるぞ。ジグザグ方式。お、人質が人質がうずくまっているわ。使用人が危ないじゃないか。奴はこっちにいるぞ。しょうがない、この部屋に逃げ込もう。奴はこっちにいるぞ。とにかく安全な場所に行って戦えばいい。まあこんな感じだ。だいぶ大胆にいったわね。だいぶ雑だ、すまん。でもちっとも食らっていないわ。そうだな、動いてたからな。さあ、襖を開けて障子を開けて、そしてスタングレネードを投げ込めば、おっと失敗。ヒヤッとしたわ。これ失敗してしまうと結構大変なんだ。そうなの。今なんてこと。障子を開けてだいぶ撃たれてるな。本当だわ。ものすごく面倒なことになる。だからちゃんと投げ込もう。分かったわ。しっかり開けてしっかり投げ込まないといけないのね。そうだ、投げ込めば大概の場合中にいる3人の敵は目がくらむ、だからもう楽に倒せるんだが、一度こうやって気づかれて逃げてしまうと、もう庭からもう狙いにくくなるし、厄介ね。厄介なんだ。これは大失敗だ。それにしても立派な建物を建てたもんだ。ほんとね。この使用人たちはどうやって雇ったんだろうな。そうね。やっぱりタウンワークじゃないかしら。タウンワーク。バイトするならタウンワーク。タウンワークだろうか。一体時給いくらなんだ。いや、それかインディードかもしれない。時給などではないかもしれないな。そうね。メイヒューの肩もみをするのに一体いくらかかるのかしら。わからない。さあ、ここだ。今開けたな。開けた障子から出てくるやつら、あいつらがさっきスタングレネードを投げられたらちゃんと倒せてたはずなんだ。今使用人がそこでうずくまってるから非常に危ないんだが、ここに隠れながらこう戦うしかない。いや、他にもスタングレネードをここで投げたら使用人を傷つけずに倒せるから、そっちの方が安全かもしれないね。本当にこの距離だと当ててしまいそうだわ。ちょっと右上を見てくれ。スタングレネードを投げたら、もし余っていたら、おそらく余っていると思うんだ。敵からもさらにこう追加で取れるしな。右上のようにこうスタングレネードを投げて、そしてまだ出てくるかわからない場合はこうやって遠くから撃って倒してしまえば、この使用人を傷つけなくて済むな。なるほど。確かにこの方がやりやすいかもしれないわ。そうかもしれないな。
よし。まあとにかくさっきスタングレネードを投げるときにあんなヘマをすることはめったにないはずだ。ええあんな障子にスタングレネードを投げつけるなんてことはそうね。だからまあ普通はあそこで投げれば大丈夫。分かったわ。だから今回もあまりうまくいっていない動画をお見せしているわけだ。それでもプラチナを取れるんだから、やり方としては正しいわけよね。いいことを言ってくれた。さあここのアーマーを取って、そしてこれで一安心ね。この今梁の上にいるんだが、そうよね。今言われて確信づいたけど、本当にあなた忍者みたいね。屋根の上を渡ったり。まあ現代版忍者みたいなものだな。そうね、確かに。さあここにあったわ。007ボーナスがあるから、これを忘れずに取ってくれ。ええ。よし、じゃあメイヒューの無事を確認しなければならない、私は。そうね。さあこのドアから先へ進むんだ。あのドアだ。分かったわ。さあこの後でちょっと忍者と戦うことになるんだ。なんですって。だからスナイパーライフルを装備した。分かったわ。この後の忍者との戦いは相当厳しい。ええ。だから先に装備してからドアに行くように。分かったわ。ここは片付いた。最高。マキコはどこだ？知らないか？彼女は大人だ。一人で大丈夫だ。マキコの心配をしていますな。ええ。この忍者ね。ここで待て。いや、行こう。おとなしく待っていてくれれば助かったのに。危ない。この忍者、こいつが厄介。もう本当に厄介だ。まあ幸い今頭を2発3発と撃った。まあこれを見たら何も厄介じゃないと思うかもしれないが、素晴らしいわ。007。これはうまくいった場合の話で、ええ。もし頭を狙えなかったらどれだけ食らわせなければいけないかをお見せする。まあ見ていてくれ。まあとにかくこの忍者は厄介なんだが、幸いこのゲーム、ええ。この忍者にやられてもちゃんと忍者戦のところからやり直しになって、それは助かるわね。そうでなければちょっとかなり精神的にやられるわ。精神的にやられるな。さすがの私でも。でもあなたにはテクニックがあるからいいけど、初心者がこの忍者を倒そうと思ったらどういう風に倒したらいいのかしら。先ほど見せたように、とにかくあまり離れずに、そして近づきすぎないさっきの距離でスナイパーライフルを頭に合わせる。そして3発当てればいい。だから10回20回とやってるうちに1回は成功するはずだ。分かったわ。取ってきたコードキーがあればナイトファイヤーにたどり着ける。東京のフェニックスビルだ。東京？メインコンピューターへのパスワードはアフターバーンだ。データはここにあるんじゃなかったのか？何にでも保険は必要だ。少しは効果があったろう。メイヒュー、なんてこと。助けられなかった。少しばかり手間取ったわ。マキコ。メイヒュー、すまん。私が必ずドレイクに復讐するわ。マキコ、ここは危険だ。一緒に行こう。ちなみに先ほどのスナイパーライフルはまだアップグレードしてないから、強くなっていない。一番最初の段階のスナイパーでも倒せる。分かったわ。まあご覧ください。まあボンドスタイルは2つでよかったんだが、5個も取ったな。6つ取れるわけだ。最後の1つを失敗しているからな。本当は6つ取れる。ただ6つも取る必要は全くない。そうね。何にしろ5万点なんだ。2つ取ればいいんだ。それでまあタイムはかなり時間がかかっているが、タイムの点数が0点でもちゃんとプラチナは取れるんだ。本当ね。命中率も高くなくても大丈夫なのね。その通りだ。ライフもかなり減っているが大丈夫だ。素晴らしいわ。ありがとうゾイ。今回もいい話し相手だったよ。どういたしまして。それにしても悪いことをしたな。マキコ、復讐すると言っていたが危険なことをしなければいいが。そうね。やはりあなたがついていてあげないといけないわ。そうだな。
それでは次の任務に行くとしようか。ええ。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしく頼みます。それではアディオス。何人なのあなた。